大糸線の沿線も緑の生命力が最も強い7月を過ぎ、8月も終わる頃、秋の気配が近づいてきました。線路沿いの稲たちも徐々に黄金色に変化し、重さで垂れる様子が見られます。9月中旬、稲の穂が完全に黄金色に熟し、収穫作業が始まりました。至るところでコンバインを見かけます。稲刈りが終わると夜の冷え込みが増し、朝晩の風がさらにひんやりと感じられるようになります。そして紅葉の季節が訪れます。秋が深まり、最低気温が8度前後になる日が続くと、しばらくして紅葉が始まります。この最低気温は標高により異なるため、山沿い、平野部、海沿いで紅葉の進み具合に差が生じます。北アルプスのふもとから海まで下る大糸線では、その差が顕著に現れます。松本から信濃大町までの市街地は11月上旬頃に色づきます。しかし渓谷など標高が高い場所は10月中旬から下旬が見頃と言えるでしょう。信濃大町の先にある西名山湖の紅葉は10月下旬から11月初旬が見頃となります。続いての白馬エリアでは10月初旬から中旬頃に見頃を迎えます。南小谷駅の標高は約500メートル。ここから約35キロメートルで糸魚川の海抜0メートルまで下っていきます。小滝川翡翠峡や白池など標高が少し高い場所は10月下旬頃が見頃となりますが、終点の糸魚川市街地の見頃は11月上旬から中旬頃となります。動画の制作上、松本から順を追って紹介しますが、撮影時期は最後に記しておくので、秋のご旅行の参考にしてみてください。長野県のほぼ中央に位置する松本市。松本駅前にある三角柱の時計塔には、それぞれの面に学徒の文字が記されています。北アルプスなどの山岳観光都市を意味する学徒、旧開智学校や旧制松本高等学校の誘致など学びの町としての学徒、そして音楽都市を意味する学徒です。音楽都市を標榜する松本市では、毎年夏に国際的な音楽祭が開催され、にぎわいを見せます。この文化と景観に優れた町から大糸線は出発します。
糸魚川を目指す前に秋を迎えた松本城を覗いてみましょう。広大な松本盆地に築かれた平城、松本城。その歴史は古く、前身である深志城は今から500年以上も前の1504年に築城されました。日本の文化や歴史を色濃く伝える城郭ですが、現在江戸時代以前に建造された天守は現存12天守と呼ばれる12城しかありません。これらはすべて文化財保護法に基づき重要文化財に指定されていますが、このうちの5城は国宝に指定されています。国宝5城とは、犬山城、彦根城、姫路城、松江城、そして松本城です。黒漆で塗られた天守閣と紅葉のコントラストがとても美しく感じます。それでは松本駅を出発しましょう。ご利用くださいましてありがとうございます。南小谷行きワンマン列車です。お降りの際は開けるのボタンを押してお降りください。次の北松本では全部のドアが開きます。お近くのドアからお降りください。松本駅を出てすぐの北松本駅を過ぎると列車は奈良井川を渡ります。奈良井川を渡ると今度はあずさ川です。あずさ橋です。全部のドアが開きます。お近くのドアから開けるのボタンを押してお降りください。
長野県では千曲川、新潟県では信濃川、その支流となる犀川の上流域があずさ川と呼ばれます。この川は北アルプス槍ヶ岳を源とし、上高地を経て松本市街を流れています。この少し下流で先ほどの奈良井川と合流し、そこで犀川へと名前を変えます。乗車券は駅係員にお渡しいただくか、駅回収箱にお入れください。We will soon arrive at Azusabashi. Thank you. 糸市場駅周辺の住宅街を抜けると、初夏には麦畑や水鏡となっていた田園地帯が秋の様子を呈しています。穂高駅からほど近い国営アルプス安曇野公園も覗いてみましょう。この公園は安曇野地域の田園風景や常念岳を中心とするアルプスの山岳景観を楽しみながら散策できる国営公園です。断交梅やカエデ類などさまざまな木々が色づき、秋を感じさせてくれます。この国営アルプス安曇野公園では11月から翌年の1月初旬まで長野県最大級のウィンターイルミネーションが開催されます。日没を迎えると園内は幻想的な光に包まれます。
楽と光が連動して動くイルミネーションなど、さまざまな仕掛けで楽しむことができ、特定日には打ち上げ花火も上がり、自然の中に幻想的な世界観のイルミネーションを展開しています。再入園も可能なので、日中は園内を散策して、夜にイルミネーションを楽しむのも良いのではないでしょうか。早朝の細野駅。背景には信濃富士とも称される有明山が見えています。標高2268メートルと北アルプスの中で高い方ではありませんが、その富士山型の美しい山容から安曇野を代表する山の一つです。この有明山、燕岳、お天正岳に囲まれた中房渓谷へ行ってみましょう。この渓谷を流れる中房川は、燕岳、お天正岳、東天井岳などから発する沢からなり、安曇野へ流れていきます。春は新緑、秋は紅葉が有名で、その美しさは長野県内でも定評があります。この水は渓谷を抜けると安曇野へ流れていきます。では細野駅を出発しましょう。車窓左手に有明山を見ながら進みます。北細野を過ぎると、次の信濃松川駅には徒歩30分ほどで行ける安曇野千尋公園があります。北アルプスの山並みを背にした自然豊かな公園、安曇野千尋公園。広大な空間では安曇野の田園風景を望みながら穏やかな自然を感じることができます。
公園の一番北側にある体験交流館では予約なしで信州のお焼き作り体験などが楽しめるので、ウェブサイトで開催日を調べて参加してみてはいかがでしょうか。次は線路をまたぎ高瀬川を渡った池田町の方に行ってみましょう。町の中腹に黄色く染まった大木が見えます。池田町藍染地区にある長福寺の大イチョウです。この長福寺は信濃松川駅からタクシーに乗り10分ほどの場所にあります。推定樹齢約100年、高さ約30メートルの大木で10月下旬から色づき始めます。葉が散った後も周囲の黄色い絨毯を楽しめるでしょう。この季節はタイミングが良ければ冠雪の北アルプスを見られるかもしれません。北アルプスを背景に鮮やかなイチョウ吹雪が舞う様子が印象的です。早朝の激しい冷え込みにより霧が発生しています。霧の中の信濃常盤駅、信濃大町行きが入線してきました。太陽が昇って地面が温められると霧は徐々に晴れていきます。早朝にあった霧もすっかり晴れて北アルプスがきれいに見えています。周辺を見ていきましょう。信濃常盤駅近くのりんご農家では信濃ゴールドの収穫が行われていました。長野県が年月をかけて育成した名前の通り黄色の品種で、食感はパリッとしていて甘味と酸味のバランスが良く果汁が多いのが特徴です。
厳しい選別作業が行われています。昼と夜の寒暖差が大きく、高い標高に位置するこの周辺で育ったリンゴが美味しいこともうなずけます。この先の高瀬川橋梁を渡ると、大糸線の要所駅となる信濃大町駅は目前です。大糸線内では起点の松本駅に次いで利用者数が多い信濃大町駅。ここから高瀬ダムと黒部ダムへ行ってみましょう。信濃大町駅近くを流れる高瀬川。この川の上流には高瀬渓谷、途中で合流する支流の加古川の上流には黒部ダムがあります。秋を迎えた渓谷を遡ってみましょう。渓谷に差し掛かると最初に現れるのが大町ダム。貯水池は龍神湖です。広い駐車場があり、比較的ひっそりとしているのでゆっくり楽しめます。高瀬トンネル手前にある北葛沢。色とりどりの紅葉で人気となっているフォトスポットでもあります。すぐ近くに5台ほどの駐車場があります。毛並みの良いしっかりした体型の猿を至る所で見かけました。七倉山荘から先、高瀬ダムまでの約 5.5km は中部山岳国立公園内であるため、自然環境保護と施設管理の観点から自家用車の乗り入れが禁止されています。そのため徒歩か乗り入れ許可を受けた指定タクシーで向かいます。徒歩の場合は1時間程度、タクシーだと20分程度です。日本有数のロックフィルダムで定高176メートルの高瀬ダム。この高さは黒部ダムに次いで日本第2位であり、2005年ダム湖100選にも選ばれています。
このダムは大部分が湖水に埋没した部分から採取された岩盤、砂礫を利用して作られました。ここは長野県内屈指の紅葉の名所で、低頂から見る紅葉は原色が鮮やかで色濃いことが特徴です。高瀬ダム堰堤の一番端には見晴らし台があります。天気が良く視界良好な日は北アルプス南部の名峰槍ヶ岳の山頂が望めます。龍神湖の手前で合流する加古川をたどると黒部ダムがあります。扇沢駅から電気バスに乗って黒部ダムに向かいます。立山黒部アルペンルートの紅葉は北海道の大雪山系と並んで日本で最も早く、立山室堂平付近から始まります。9月に標高2450メートルの室堂から始まる紅葉は約1ヶ月かけて標高1500メートルの黒部ダムに降下し、周囲を黄色く染めていきます。信濃大町駅から約 5km、 標高1164メートルの高狩山山頂です。ここには北アルプスと安住平を見渡せる展望台があります。長ヶ岳、常念岳に始まり、爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳はもちろん白馬三山まで見事に大糸線沿線の北アルプスを一望できます。
鹿島槍ヶ岳の横には北アルプス三大キレットの一つ八峰キレットが見えています。天狗の頭から白馬三山、そして三国境から小蓮華山へと続く関節の稜線が見事です。北アルプスを背にすると奥秩父連峰の拳ヶ岳や八ヶ岳連峰まで見渡すことができます。ここの絶景は素晴らしいので、大町に来られる方はぜひ双眼鏡を持って見に行ってください。信濃大町駅を出てしばらくすると、列車は西名山湖を通過します。木崎湖、中綱湖、青木湖と続き、山々を映すことから北アルプスの鏡とも呼ばれています。西名山湖を過ぎた列車は大町市から白馬村に入っていきます。まもなく南上白です。降り口は一番前のドアです。一番前のドアから開けるのボタンを押してお降りください。南上白駅からほど近い佐野地区。山々が見事に色づいています。次は白馬五竜の紅葉を見に行きましょう。まもなく上白です。JR 上白駅から約 2km にあるエイブル白馬五竜。
エスカルプラザ横にある東御駅からテレキャビンに乗って山頂のアルプス平駅へ行ってみましょう。山頂のアルプス平駅は標高1515メートル。約8分の間、紅葉の絶景を楽しむことができます。ゴンドラからはパラグライダーが大空を舞う姿が見えます。展望台からは青空に舞うカラフルなパラグライダーを近くで見ることができました。秋のシーズンはタイミング次第で冠雪した北アルプスと紅葉する木々の見事なコントラストを見られるかもしれません。間近で見る五竜岳の雄大さは圧巻です。冷涼な気候を好む果樹、ブルーベリー。飯盛駅前にはとても美しい風景が広がります。沿線の黄色やオレンジが主体の紅葉の中で、この赤く染まる葉はとても印象的な風景です。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく白馬です。ベルトのドアが開きます。お近くのドアから開けるのボタンを押してお降りください。乗車券松本を出て約 60km。 列車は大糸線の観光において主要となる白馬駅に到着します。白馬駅の標高は約700メートル。ゴンドラやリフトを使う観光では標高1500メートル付近まで登ります。秋の白馬エリアの絶景は素晴らしいですが、寒暖差が激しいため冬服の用意をお勧めします。後編では白馬駅から終点の糸魚川駅まで見ていきたいと思います。